4月29日に行われる RIZIN46 の楽しみな試合について、ウシにとってもチャレンジだし、忍さんにとってもチャレンジかな。両方アグレッシブなんで膠着する感じにはならない。このチャンピオンになってからの半年が彼をすごい変えたと思うし、迷わないスタイルにさらに迷いがなくなったらもっと打撃のキレは増すから。Welcome to リンヤチャンネル。リンヤチャンネルの時間です。お願いします。今日は4月29日に行われる RIZIN46 の楽しみな試合について話していきます。で、一つ目はウッシー対忍さん。はい。MMA ファイターとして同じ時期に忍さんは転向して、いろんなファイターと試合してきて、将校さんにスプリットで負けて芦澤に勝ってここか。忍さんもここは結構勝負な試合になってきますよね。一つ上にガッといくのか、もう一回中堅戦をこう挟むことになるのかって、やっぱ結構大事な勝負どころになると思うんで、かけてる試合だと思うし、忍さんもレスリングでこうぐわっと一回トップまで行った人なんで、熱が入ったらいいものを作るだろうし、そこを格闘技キャリアでは全然上のウッシー相手にどう通用させていくのかやっぱ気になりますね。なるほど。ウッシーとか言ってますけど、それは通じるんですか？ウッシー。ウッシーも、同い年で、ATT で、一緒にずっといたわけじゃないですけど、一緒に遊んだりもして、なるほど。ウッシーはもうウッシー。忍選手なんかはがっつりそのレスリングをやってこられたっていう経緯が似たような感じなので、ちょっとやっぱり意識するところはあるんですか？もう意識するところはあります。ライバル的なっていうかではなくて、縁みたいなものを感じるし、同じ時期にずっとレスリングやって同じタイミングで総合行ってっていうので、最初は一緒の所属でやるかもしれないっていう話もあったりして、一緒に練習したりもありましたし、出てきてくるのはやっぱ嬉しいし楽しいですよね。ただウッシーもやっぱ練習もしたし、なかなか崩せないですね。フィジカルっていう面もいいものを持ってるし、落ち着いてるし、割とずっとで技術も細かいところ持ってて丁寧なんで、相手としてはすごい攻略しにくいんで、ただレスリングだけでこう通用させていくっていうこともできるぐらい、やっぱ忍さんレスリング力が抜けてるんで、そこはやっぱ強いですよね。打撃戦がどうなるか、でもここは楽しみですね。勝負論もあるし、ウッシーもそっか、階級落としてた一発目だ。だからなんか変な感じなんだ。そこのパフォーマンスが確かに。で、一発目ゴリッゴリのレスラーは結構ウッシーにとってもチャレンジだし、忍さんにとってもチャレンジかな。で、そんなパンパンパンってこうステップ使って動くタイプじゃないんで、ウッシーは、捕まえやすいっちゃ捕まえやすい方だと思うんですけど、その上で体の丈夫さみたいなのはやっぱ持ってるんで、その時にフェザーの時と同じように重心感でこうさばけるのか、それともちょっと軽くなっちゃってるのかっていうとこかな。忍さんどちらでも関係なく投げれるぐらい強いんですけど、そこのコンディションはやっぱ大事になってきますね。これも非常に予想がしづらいが、両者チャレンジングなマッチでいいカードだと思いますね。2つ目、新竜誠選手対イ・ジョンヒョン選手ですね。これ日韓対抗戦の一つとして組まれてるんですけど、結構明確に殴っていきたいスタイルのイ・ジョンヒョン選手と、組からの展開を特に得意とする新竜選手の試合なんで、お互いやりたいことが結構はっきり分かれる試合になると思います。いいのは両方アグレッシブなんで、膠着する感じにはならない試合になると思いますね。じゃあ動きのある試合が予想されると。イ・ジョンヒョン選手身長ちっちゃくて重心低いとこから結構回転力いいパンチ出すんで、テイクダウンしにくい体型っちゃしにくい体型なんですけど、でもリングだから新竜選手が寝かしてこうゲーム作るとは思うんですけど、でも京二さんからの復帰戦ですごいいい相手だなっていう、韓国ですごい期待されてるフライ級の選手なんで、若手の
ホープ対決ですね。しっかり勝てば海外からもちゃんと評価されるような相手になる。新竜選手も UFC を見据えているわけですか？いや、分かんないです、そこは。はい。とりあえずはでも京二さんリベンジに向けてやってくんじゃないですかね。3つ目はメインの鈴木千尋選手と金原選手のタイトルマッチ、はい、今すごいやっぱ充実しているように見えますよね、鈴木選手は、はい、チャンピオンになってから特に練習も充実してそうだし、はい、生活も全部が、はい、いい風に回ってて、チャンピオンとしての自覚が出てきてる感じの選手ですね、はい、一回掴んだチャンスをしっかりものにして、そのまま勢いとともに自力もガンガンガンと上げてってる段階なのかなっていう気はしますね。だから前回の11月上旬とか、だいたい半年ぐらいチャンピオンになってから結構自力がついたと思うんですよ、ケラモフとやった時よりも。だからやっぱそこの総合力で金原選手が結構あれってなってしまうんじゃないかな。ちょっとはい、若いやつらって半年やったらすっげえ別人ぐらい変わりますんで、そこではい超えちゃうんじゃないかなっていうか、11月の段階だったらまだ金原選手の方がって思ったと思うんですけど、はい、このチャンピオンになってから半年が彼をすごい変えたと思うし、迷わないスタイルにさらに迷いがなくなったらもっと打撃のキレは増すから。はい、金原選手はいろんな仕掛けで早い段階でちょっと迷わせるっていう、あれどうしようって思わせるためのいろんな仕掛けがあると思うんですけど、はい、組んだりフェイントかけたりノーモーションだったり、タイミングずらしたりして、そこの中で迷わず振ってくる鈴木選手のパンチを外しながらメイクしていくと思うんですけど、やっぱどっかでは一回ね火が吹くと思うんで、そこで畳みかけてしまう気がしますね。鈴木選手の勢いですね。かしのぐけどダメージで、はい、勝つみたいな試合かな。判定で勝ったらすごいですね、鈴木選手が。ある意味本物っていうことになるってことですか？そうですね。なるほど。ちなみにいろんなメディアに出られてて、鈴木千尋選手と一緒になることとかはないですか？アゼルバイジャンで一緒に行った時が一番話した。雷神でそれからおっせーみたいな。そんな感じですか？そうですよ。でもチャンピオン有利だとは思う。はい、そうですね。以上が雷神46楽しみな試合について喋りました。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。雷神多すぎないですか？大丈夫ですか？こんなしがみついしいやいや、やっぱりね求められてるんですよ。でやっぱ雷神好きな人がリンヤチャンネルに流入してるんで、視聴者さんを楽しませることが、リンヤ選手の役割じゃないですか。楽しんでもらえるんだったら、はい、いいですよ。